とにかくこうアクセルの応答性もいいしね。で、電気を発電しながら走ってるわけですけど、航続距離もいいし、充填もバッテリーと違って、700気圧、水素重量約5キロを、たった3分で充填できますから、それだったら普通の、ガソリンスタンドと一緒ですよね。はい、それではこれから横浜朝日にあります、水素ステーションに向かいます。この水素燃料電池は実はトヨタのハイブリッドシステムを基盤にしてますね。ですから止まった時はいわゆるアイドルストップみたいな状態でスタックは発電を止めて、発進はリチウムに溜めたバッテリーを持ってますから、それでこう動き出して、そこから今度水素の発電で動く。最終的にはモーターは電気で同じなんですけど、バッテリーで溜めた電気か水素で発電した電気かということで、同じ電気ですけど電気の由来が、この中でもちょっと違って。邪魔にならないところとか安全なところにしてますよ。じゃあこの車ね、実は電気自動車嫌いの私ですけど FC はちょっとやばいなって感じですね。で、同じ走る姿は電気で、リチウムイオンのバッテリーに溜めた電気も水素で発電した電気も、モーターに行く電気に違いはないんですけど、なんかこう水素の方がパワーがあるっていうか、昨日までガンガンポルシェ乗ってたんですけど、ポルシェから乗り換えても違和感ないなっていうのと、あとなんといってもこの未来に関して言えば、スタックが床下低い位置にあるので、前後重量配分がいいとか車体剛性がいいとか、FF でどうかなと思ったんですけど、全然そのハンデがない。車としてのやっぱ完成度高いですね。ちょっとこれはやばいなっていう感じでちょっと欲しくなっちゃう気がしましたけども、実は水素燃料電池、メルセデスのネッカー2ぐらいのところから取材してきたので、およそ20年は経ってるんですけど、トヨタは最初 RAV4EV で水素吸着合金で試乗したことあるんですけどね、その時から思うと、この進化は相当すごいし、この領域を、トヨタだけではできないですから、燃料のインフラまでやらなければいけないので、岩谷産業とかエネオスとか、エネルギー会社も含めて、チームジャパンで、ずっとその日本では JHFC とか、政府のサポートもあって、ようやくここまで来たんですね。トヨタ、ホンダ、GM、メルセデス、この辺の世界の主要メーカーは一時も水素燃料電池の開発を手を緩めなかったということをずっと見てきただけに、この技術は将来の本物だろうなという気がしますね。まだまだ規制緩和しなければいけないところがたくさんあるんですけど、とにかく最初の水素エネルギーなので、ちょっと関係者も政府も心配になって、原子力の問題もあったので、いろんな規制をちょっと厳しくして、こういうステーションの設置の条件がハードルが高いんですけど、それはいろいろとやっていくうちにですね、規制を緩和しながらスタンドのコストも下げて、今700気圧70メガパスカルで充填しますけど、ここはそうですね、約空になると重量で5キロぐらいの水素を、3分で入れられるので、これは航続距離これで500キロぐらい走れますから、リチウムイオンのバッテリーで充電して500キロ走れって言ったら、軽く1時間あるいは2時間ぐらいかかるので、こういう実際の、今までのガソリン車あるいはディーゼル車に打って変わるポテンシャルがあるなっていうのが、この水素ですね。エネルギー密度実は液体のガソリン燃料より約 2.5 倍ぐらいエネルギー密度高いですから、非常に航続距離も充填時間も短いということで使い勝手はいいと思います。スタンドはそうですね、2015年今年から来年ぐらいまでに日本で約100箇所弱というのが目標なんですけど、実際70メガパスカルだと約6億円ぐらいの投資が必要なんですけど、政府が4億円の補助金だし、民間投資2億なんですけどね、ただ2億円投資してもまだ最初に車が少ないですから、なかなかビジネスとしてはやっていけないので、もうちょっと複合型のステーションを考えていくのがこれからのビジネスモデルということで、いくつかセブンイレブンと一緒になるとか、そういう取り組みも行われているというふうに聞きます。
チーフエンジニアの田中さんに次のチャレンジはって聞いたら、とにかく小型化とコストだって言ってましたので、2000年頃に出てくる第5世代のプリウスはもしかしたら FC になる可能性ありますね。というぐらい、将来の道筋も見えてるので、日本はこの水素の取り組み昔からチームジャパンでやってきたので、ガラパゴスというよりもむしろ世界の基準調和にかけては、日本案が世界の基準になったところがあるので、非常に水素は今うまくいってるんですね。レースでいうとちょっと一周先行しているような形なので、ぜひオウンゴールしないようにこの水素領域は頑張ってほしいなと思います。はい、満タンですね。はい、約5キロ3分、これでまた500キロ走れますから、普通の液体燃料と同じですね。ところで水素って気体で見えないので、もし漏れたらどうするんだっていうことで、あの辺にセンサーがあるんですけど、あれは、火炎のセンサーですね。あとこのディスペンサーの中に水素漏れを検知したりとか、とにかく安全でいろんな規制があって、もう絶対に万が一のことがあっても被害が周りに及ばないようにするために、隔壁の壁を作ったりとかですね。水素は拡散するので漏れたら大気に行っちゃうんですけど、もし爆発した時に、隣のコンビニの窓ガラスをすっ飛ばさないように隔壁作ったり、そういうかなり過保護に最初のステーションなので作られてますけど、これも実証実験やっていくと、日本はちょっと心配性なところがありますけど、例えばノルウェー行くとセルフで水素入れられますから、もう3年前に RX8 の水素エンジン車にノルウェーに乗りに行ったら、もう自分でクレジットカードで生産して自分でガチャッとディスペンサーさして自分で入れてましたけど、欧米はもっと水素と気楽に付き合ってるんですね。で今水素を入れたんですけど、約1キロで1000円ぐらい、水素重量1キロあたり約100キロ強走れるんですね。ですからプリウスの燃費換算して100キロ走る時の燃料コスト、リッター150円ぐらいで考えると700、800円ですから、水素1キロで、約100キロから120、30キロ走れるとしたら、1キロ重量あたりの水素のコストを1000円にしたということで、キロ1000円というと高いんだか安いんだか分かんないですね。でもこれで100キロ走れるのと、御殿場まで行けるということですね。それがゼロエミッションなので、環境負荷の優しさを考えれば、我々はこういうものを積極的に乗って、地球環境に貢献していく、そういう意識も芽生えてくるかなと思いますね。いずれにしても日本のチームジャパンが作り上げたこの水素領域、世界に向けて日本の強い産業の柱になってもらいたいと思います。